過去の作品は今動画にしないともったいない。ロゴならモーショングラフィックスに進化して、写真なら映像に進化します。経験なしでも簡単に動かす方法を解説していきます。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。あなたの過去の制作物、ただ眠らせているだけで終わっていませんか？おそらく多くの人が当てはまるんじゃないでしょうか。過去にものすごい熱量をかけて作ったロゴ、デザイン、バナー、写真などなどなど、どんなに情熱をかけて作ったものでも時間が経てば経つほど冷めた料理みたいになっていきます。作りたての時は本当に美味しかった、楽しくみんなと食べられた。でも時間が経ってしまった今、その熱量は失われています。あなたの昔の制作物もそうなっていませんか？そのままにしておくのは本当にもったいない。この動画と一緒に温め直してみましょう。温め直すとはどういうことなのか。今なら AI を使って制作物を動かしアレンジし直すことができるんです。ライトルームユーザーなら写真が自動で動き出し映像に進化します。デザイナーならデザインがモーショングラフィックに進化します。コイキングならギャラドスに進化します。それぐらいのインパクトがあるわけですね。動画編集者にとっても必須の知識と言えるでしょう。ということで Adobe ユーザーなら知っておきたいその方法とは、実際にその工程を解説し動かしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しく分かりやすくをモットーにデザイナー、クリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ているうちにスキルアップするはずです。役に立つ情報だなと思ったら友達や SNS などに拡散をお願いいたします。高評価とともにぜひポチッとお願いします。では早速どうやって動かすのかというところから解説していきたいと思います。これまでは映像やモーショングラフィックスを作ろうと思ったら After Effects や Premiere Pro などが必要でした。これらのソフトも当然専門性のあるソフトなので、使えるようになるまでには数ヶ月以上の学習と根気と時間が必要でした。なかなか覚えるの大変ですよね。さらに Adobe の料金はサブスク制なので、学習する時間が長ければ長いほどお金も一緒に消費してしまうという構造になっています。そもそも写真家やデザイナーが映像編集をやろうと思っても分野自体が違いすぎて一から勉強するしかないんです。これ結構ハードル高いですよね。そこで知っておきたいのが Adobe Firefly の動画生成です。 Adobe Firefly は画像やテキストから AI で素材を作れるツールです。今は動画まで作れるようになっています。これがめちゃくちゃ画期的なんで紹介していこうということなんですね。で、そもそも AI についてはいろんな不安がある人も多いと思います。だからこそここでしっかり解消していきたいと思います。安心して使えるのか、自分のデータをアップロードしたら AI の学習に使われたりしないのかっていうところ気になると思うんですが、大丈夫です。 Adobe Firefly はアップロードした画像などを他人に使われたり AI に学習されたりしません。そこは Adobe の公式でも説明されている通りなので安心して使えるようです。だから他人の生成に混ざるということはありえないということなんですね。商用利用は可能なのか。 Firefly で生成したものは商用利用可能です。先ほどの答えとも被るんですが、生成に使われている学習データは商用利用可能な Adobe ストック由来です。Adobe ストック由来の学習データなので、生成されたものも商用利用可能という図式になっています。なのでその点でも安心して使えます。で、料金はどうなっているのか。料金は無料プランでも最大2本まで生成できるという情報を入手しました。これはちょっと試せていないので恐縮なんですが、翌月リセットされるというわけではなく、2本までしか試すことができないっていうことのようです。もしこれご存知の方いたらぜひ教えてください。で、もっとたくさんやりたいよっていう人は有料プランになるということなんですね。で、Adobe Firefly の料金プランのページです。Firefly スタンダードということで月に1580円かかるのがスタンダードプランとなっています。生成クレジットが月に2000ということです。生成したものに対してクレジットを消費していくというスタイルですね。プランによってですね、生成できる上限が変わるということですね。私はこちらの Firefly スタンダード
この動画のために購入してみたいと思います。ちなみに年間一括払いだとちょっとお得ではありますが、とりあえず一月だけ入ってみたいと思うんで、月々プランでいきたいですね。同意して購入。ご注文は正常に処理されましたということで、ここは見せちゃいけない情報がいっぱいあって、最大20本ということですね。ということで使用開始。では次の章から動画を作成していきたいと思います。はい、それでは Adobe Firefly 動画作成していきたいと思います。メインとしてはこちらのテキストから動画生成と画像から動画生成、こちらですね。こちらの2つがメインになるかと思います。では性能を確かめる意味でテキストから動画生成、こちらやってみたいと思います。プレミアム機能動画生成 540p 生成には100クレジット、 720p 生成には250クレジット、 1080p 生成には500クレジット消費しますということで、2000クレジットあるんで 1080p 生成には500クレジットなんで4本ってことになりますね。 720p で8本、 540p で20本ってことですね。なるほど。本気で作ろうとすると結構すぐなくなっちゃう感じしますね。これそれぞれ試してみましょうか。じゃあ 540p で1個やってみたいと思います。で先ほどの設定はこの辺から選べるようですね。アスペクト比ですね、縦長正方形で、フレーム数は 24fps 固定ですね。時間も固定ですね。では他の動画生成 AI と比べる意味で YouTube っぽくね、メントスコーラやってみたいと思います。ちなみに OpenAI の空で作ったのがこちらのメントスコーラです。いろんな AI で試してみてますけど、メントスコーラってむずいみたいです。で今回は全く同じプロンプトでテキストから動画を生成してみたいと思います。でもこんなんできました。なんか面白そうな感じ。はい、なんかちょっと問題が起こったようなんですが、一応動画は生成できましたんで再生してみたいと思います。すごい、でもリアリティのある感じのメントスコーラ。まだメントスコーラは AI には理解できないのかもしれないですね。こんな感じで出来上がりましたと。ダウンロードします。でもなんかリアリティありますね。これが 540p ということで、ちょっと粗さは目立ちますけれど悪くはないっすね。ということで Firefly のクオリティが分かったところで、この調子でいろんなものを生成していきたいと思います。はい、それでは次、画像から動画生成、こちらやってみたいと思います。最初のフレームというここに画像をアップロードして生成していくようです。生成するのはこれも以前 Adobe Firefly で作った画像なんですけれども、こちらの女性を動かしていきたいと思います。実際にモデルさんを動かすとなると許可とかいるので難しいかもしれませんが、一回こちらでやってみたいと思います。で一応動きとしてはですね、3秒間右上を指さしてここを見てというような仕草で指を指した方向に向かってちょんちょんと小さく手を動かす。その後の2秒間は口元を手で押さえながら驚いた表情の別パターンリアクションを見せるということで、これでどんな風に出来上がるのかやってみたいと思います。あと解像度もどうせだったら 720p でいってみたいと思います。では行ってみましょう。生成どうなるでしょうね。結構なんか失敗できないなみたいな気持ちありますね。チャット GPT だとね、いろんな相談しながら近づけていけるっていう感覚あるんですけれど、本数が定められている感じが結構失敗できないななんていう緊張感ありますね。なんかもう出来上がってきた。結構早いっすね。ではどんな風に動くでしょう。やってみたいと思います。でもはいいいっすね。だいたい思っていた通り動き出しました。すごーい。720p なんでさっきよりもちょっと綺麗な感じはありますかね。だいたいイメージ通りの動きしてくれてます。素晴らしい。しばらくなんかちょんちょんちょんっていう風に動かしてもらいたかったっていう気持ちはあるんですけれども、だいたい理想通りができたなっていう感じします。
どうせであればもう一つ写真家の方をイメージして画像から生成してみたいと思います。 Adobe ストックでダウンロードしてきた風景写真いってみたいと思います。こんな風景写真です。プロンプトとしては早送りのタイムラプス形式ということで、雲がどんどん流れていくようなそんな動画にしたいです。どうなることでしょう。では生成。今気づきましたけど、これタブ閉じるとダメなんですね。タブを閉じるとブラウザセッションがクリアされ、全ての動画進捗が失われますということで、これタブ閉じちゃダメなんですね。これ気をつけないといけないですね。閉じたくなっちゃいます。とか言ってる間にできました。意外と早くないですか？ではどんな感じになったのか再生してみたいと思います。はい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 、そう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 、こんな感じ。なんか晴れていくかなと個人的には思っていたんですけれど、隠れていっちゃいましたけれども、雲で隠しとかなんか短いんで、あんまり隠しとかそういったこと言わずにですね、どんどん晴れてって太陽がピカーって出るみたいな、そんな内容にした方が良かったかななんて個人的には思いました。いやでもそうそうそう、こんな感じのやつになったらいいなと思ったやつがそのまま出来上がってきました。素晴らしいですね。ということで画像から動画生成、こんな感じでした。続いてデザイン系のもの、そちらを動かしてモーショングラフィックスみたいな、そんなかっこいい動画できたらいいなと思ってますんで、そちらやってみたいと思います。では続いてモーショングラフィックスいってみたいと思います。例えば最強プラン登場みたいな、こんな文字だけ登場するような、そんなシンプルなものから試してみたいと思います。ズバーみたいな、こうズバーみたいな、シュメンみたいな、シュメンみたいな、こんな感じのやつできるといいなと思ってます。で、今回は2つ画像を上げて最初と最後を指定してあげる形でやってみたいと思っています。最初がこの画像、何にもない画像をアップロードして、で最後にこうなりますみたいな。なんで2つ画像書き出しました。何もない真っ白なやつと文字が入っているもの、こちらやってみたいと思います。上に最初のフレームで、こちらが最後のフレームですね。で最強プランみたいな。プロンプトはいろいろ書きましたけれども、要するにこんな動きにしたいです。ということで生成します。ということで完成したようです。気になりますね。ちょっと怖いです。見てみたいと思います。でどうなるかというと、おい、そういう感じで、こんな感じでしたね。でもこれもリアルなんでね。では気を取り直して次のやつやってみたいと思います。私も過去のものを動かしてみたいなと思っていたので、少し手は加えてありますが用意してみました。こんな感じの不完全なものから始まって、最終的にはこういった形のグラフィックになる。最初のフレームと最後のフレームだけを、指定してあげたいと思います。プロンプトはこんな感じです。これ緊張しますね。うまくいってくれみたいな、そんな感じありますね。どんな感じになるでしょう。行ってみたいと思います。はい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 、いいっすね。これいいですね。こんな感じで、これアフターエフェクト使わないでできたのすごくないですか？おおよそ想像通りの動きしてくれますね。じゃあさっき失敗した最強プランのものに関しても、こういった形でちょっとだけ登場させておくことで余計なことさせないっていう防御策っていう、そんな感じでやってみたいと思うんですけれども、こっちの方がなんかうまくいきそうな気がしますね。でプロンプトも誤解のないプロンプト、隙が なさすぎるプロンプトでいってみたいと思います。再生してみたいと思います。再生。おいおい、これは諦めよう。次ではモーショングラフィックもう一つだけ。これも昔私が作ったものなんですけれども、こんな感じでシェードという文字があって、その床が抜け落ちてその断面が見えて、シェードという立体的な文字に見えるっていうようなグラフィックできないかなと思って、こんなの用意してみました。こうずるっと下に抜け落ちるみたいな、そんな感じでいきたいと思っています。でプロンプトがこちらということで生成。
はい、できました。早いっすね。1分かかってないんじゃないかな。そんな感じで出来上がりましたけれども、こちら見ていきたいと思います。はい。惜しい。その矢印はいらない。床もイメージとしては下にズドズドドって抜け落ちるみたいなイメージだったんですけれど、まあまあこれはこれでいいかなと思います。一回ここ編集で隠しておきます。一回ここ編集で隠しておけばあとは大丈夫かもしれない。で入れた方がいいですね、これはきっと。最終的にそれで仕上げていきます。でも面白いですよね。すっごい面白い。ということでまとめに行きたいと思います。ということでまとめです。Adobe Firefly を使って過去の作品を映像化してみたんですけれども、何やっても楽しかったです。すごい速さで出来上がったのが感動ですね、マジで。ちょっとなんかあれもやってみたいこれもやってみたいなんて思ってると、あっという間に2000クレジット消費しそうでした。ちょっと一回やめとくかぐらいの感じで切り上げた感じだったんですけど、もう楽しすぎて、もう1日で2000クレジットなんて余裕で消費しますね。これ面白かったっす。ただまあ細かい調整なんかを考えると、アフターエフェクツだったりプレミアプロで作成するのは必須かなという感じですかね。ただ全然違うと思います。これ過去作一回やってみた方がいいですよ。これほんと面白いです。というわけで、もう全く違う見え方になって、私もね結構興奮しているんですけれど、あなたの過去作品も一度手を加えてみるのもありだと思います。昔情熱をかけたものなんて、もう一回火を入れてみると全く新しい切り口になると思います。詳しくは概要欄の方にリンクがありますんで、ぜひチャレンジしてみてください。メンバーシップの方は今回試したデータをごっそりアップロードしておきます。よければ試してみてください。ということで今回の動画は以上となります。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座やいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容なので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。ということで、この動画が面白かった、役に立った、参考になったという人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。ではまた。